こんにちは、ハルトです。ナインナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ものの見方検定。最悪は0円に1秒で最高にできるは、日本のベストセラー作家、翡翠小太郎時が手掛けた日常の出来事や状況をポジティブに再解釈するための時点転換法について詳細に紹介した著書です。人生において直面するさまざまな困難や問題は、私たちがそれらをどのような視点で捉えるのかにより大きく異なる意味を持つと著者は説いています。この書籍では具体的なエピソードや力を用いて自分の心の持ち方を変えることで、マイナスな出来事も瞬間的にプラスの出来事に変えてしまうテクニックを学ぶことができます。また、私生活でサウダクに活用できるシンプルながらも効果的な方法を通じて、読者が日の人生をより楽しく前に向きに過ごすためのヒントが多数多く提供されています。著者の可視覚分かりやすい文章と親しみやすいスタイルのおかげで、どんな年代や環境の人でも気軽に問いに取りやすい内容となっています。ものの見方検定パンナニを通して自分の行動や考え方を見直し、人間関係やビジネスにおいても役立つ新しい事業と時点の持ち方と声に入れてみませんか。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、無知の認識を変える重要性。本書の中で著者は無知の認識や視点を少し変えるだけで同じ出来事が全く異なる意味を持つようになることを強調しています。例えば、指示上のミスや失敗をネガティブな出来事として捉えるのではなく、成長や学びの機会として肯定的に認識を転換することで、ストレスや悩みを軽減できることが具体力を通じて説かれています。視点を変えるための練習方法や日常生活の中で簡単に実験できるアイデアが分かりやすく提示されています。認識を変える効果として、人間関係が厳化になり、自己肯定感が高まり、次第に人生全体が明るく前向きに変化すると述べています。この章を読むことで、日々神の周りに起きることを新たな心持ちで捉える習慣が身につくでしょう。次に、言葉の力を利用する。言葉には私たちの感情や行動に影響を与える強い力があります。本書では特に日常的に使われる言葉を意識的に変えることで、自分自身の感情や経験を変容させる重要性に焦点を置いています。例えば、最悪という言葉を無意識に使うことで本当に悪い結果を引き寄せてしまいかねないという危機を指摘し、逆に最高などポジティブな表現に置き換えれば自然とポジティブな状況を作り出す助けになることを紹介しています。ことの葉の書き換えを選び方に関する具体的事力とともに、読者自身の生活に急さに取り入れやすいテクニックが提示されています。言葉の力を正しく活用することで、日々の生活をより幸せで充実したものに変えることができるのです。さらに、日常をゲーム化して楽しむ。人生をただの日常の繰り返しと捉えると、つまらなく単調なものになってしまいます。しかし著者は、日常のあらゆる状況をゲーム化、つまり遊び感覚で捉えることで、どんなことも楽しんで取り組めることを教えています。日常的に起こるハプニングも成功、失敗のゲームのように捉えることで、感情的な落ち込みを避け、むしろポジティブな刺激やチャンスとして認識できるようになるというものです。具体的な日常の力を上げながら、ゲーム化によってどうやって人生の楽しさを引き上げるかについて丁寧に解説されています。この考え方を身につければ、日々の生活が劇的に面白くなり、些細な出来事や退屈な作業でさえも新鮮に感じられるでしょう。そして、感謝の気持ちを習慣化する。感謝の気持ちを習慣化することは、本書で重要とされる時点転換法の一つです。著者は、小さなことに感謝する習慣を継続的に意識するだけで大きな幸福感が得られるようになると説いています。本章では、感謝日記をつける習慣を取り入れるなど、具体的で実験的な方法が提示されています。感謝を習慣づけることで、自分の周囲の世界にある多くの幸福や好義に気づけるようになり、人間関係や職場環境でも
ポジティブな結果をもたらすことが実例とともに示されています。この習慣を日常生活に取り入れることで心理的なストレスを減らし、生活に多くの満足感や幸福感を得られる効果があります。最後に、失敗を歓迎するマインドセットの構築。失敗という概念を避けるのではなく、むしろ歓迎し、自分の成長の量にするマインドセットの重要性をこの書籍では強調しています。失敗をネガティブに感じ惚れてしまう人は多いでしょう。しかし著者は失敗を避けることではなく、むしろ積極的に歓迎し、それから素早く学び成長につなげる方法論を提示しています。多くの成功者が実際にうなった具体的なエピソードも掲載されています。失敗への恐れを手放し、実行錯誤を繰り返して成長し続ける勇気と方法をこの章から学べ、より積極的で生産的な考え方が身につくはずです。結論として、ものの見方検定は人生をより明るく前向きに変えたいすべての方におすすめの一冊です。日常生活で小さな問題やストレスを感じている人、自信が持てない人、人間関係に悩みを抱える人はもちろん、単純により幸せな日々を送りたいという人にも非常に役立つ内容が詰まっています。この本を読むことで、自分が置かれた状況を変えることは難しくとも、自分自身の見方や考え方を変えることで大きな変化を生み出す可能性があることに気づけます。タクスにある抽象的な精神論だけでなく、実験的で具体的な方法を提示しているため、日常生活で修作に役立つという点がこの書籍ならではの魅力です。どごは周囲の出来事への考え方がポジティブかつ生産的に変容し、ストレスや悩みがダイアワガに狂言されることでしょう。ご資源いただける場合は、翡翠小太郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どごの感想をぜひお聞かせください。それではまた。